こんにちは、斉藤直樹です。今回はイラストを30分で描くコツ伝授します。ということで、イラストを描いたことがある人だったらわかると思うんですが、イラストってですね、ちゃんと描こうとするとめっちゃ時間かかるんですよ。もう本気の本気で描いている人にとってはね、1枚10時間とかは普通にかかるんですね。もうなんなら10時間でも短い方です。ただですね、10時間も描いているのって正直疲れるじゃないですか。それに皆さん、学業やお仕事に忙しい合間を縫ってのお絵描きにですね、そんな何時間もかけていたくないわけですよ。1時間。いやもうできれば30分ぐらいで見栄えがするイラストを描きたい。そう思っている人も多いと思います。なので今回は、なんと30分で見栄えがするイラストを描くコツ、お伝えしちゃいます。それと今回は、はいこちら、フミヨンさんのカンバスプロ19ですね。こちらの液晶タブレットをご提供いただきましたので、こちらを使ってね、講座を進めていこうと思います。カンバスプロ19のレビューも合わせてお伝えしていきますので、液タブが欲しくてね、どんな感じか気になっているという人もぜひこの動画を見てくださいね。そしてなんとですね、通常価格から 20% オフの特別クーポンもいただいておりますので必見ですよ。それでは早速行ってみましょう。目線に注意して当たりを取ろう。はい。じゃあ早速書いていっちゃいましょう。液タブ本体のこととか、使い心地についてはちょっと待ってください。いやだって、新しいデバイスが手元に来たら、早く絵を描きたくなっちゃうでしょ？まずは描かせてくださいよ。はい。30分の早書きといってもですね、しっかりと当たりは取った方がいいです。一発書きでいきなり清書のような綺麗な線を描こうとしても、大体はね、失敗して、後で直したくなっちゃいますし、バランスも崩れてしまいます。そっちの方がね、時間がかかっちゃいますので、簡単にでもね、最初に大まかな当たりを取った方が、後々スムーズに、そして気持ちよくお絵描きできると思います。書いてみて感じていますが、この液タブ描きやすいです。画面の表面にちょっと質感があって、程よい摩擦があるんですね。この質感によって、思ったようにスムーズな筆運びができています。はい。いい感じ。さあ、そして早くもここでポイントの1。目の全体像を急に描き始めるとですね、高確率で変になる場合が多いです。はい。目線がね、ちょっとずれてしまうんですね。なので、目をしっかり描く前にですね、このように簡単にでもいいので、目線の当たり線をグリグリっと、こんな風に描いておくといいです。で、髪の毛とかを描き込んで、だいたい顔のイメージが見えてきたなーっていうところで、改めてこの上から目をしっかりめに描き込んでいってください。はい。そうすることで、何度もね、これ違うな、ちょっと違うなって修正しなくても、あ、こんな感じの目が描きたかったっていう自分の理想の目がスムーズに描けるようになると思います。意外とですね、目が気に入らなくてずーっと先に進めないっていう現象、顔にこだわりがある人だったらなおさら起こりがちだと思うので、このポイント意識してみてください。かなりね、描きやすくなるはずだと思いますよ。カンバスプロはペンがバッテリー不要だということはもちろんのこと、16K レベルの圧力感度と傾き自動調整機能が特徴だということです。ペンがとても反応が良く、高い精度と柔軟性を実現し、描画をより自然で直感的にしてくれるっていうことなんですね。はい。ちなみにこういった技術はペンテック 4.0 と呼ばれています。さあ、表情をちょっと修正しつつ、手の表情なども整えてと。はい。大まかな当たり線が取れました。内容物紹介。さて、ここでカンバスプロ19の本体、同梱品についてお見せしていきますね。箱を開けると、まずは液晶タブレット本体が入っております。で、裏返すと、はい、こんな風に本体に角度をつけるための足がついておりますね。そして、はい。こちらはシリアルナンバーなどが書かれた保証書ですね。それとこの紙は接続のやり方が書かれた説明書になっております。で、さらに蓋を開けるとケーブル類やその他諸々が入っております。この箱は何でしょう？あ、なるほど。これはね、片手デバイスですね。ボタンがたくさんあって使い勝手が良さそうです。はい。全部並べるとこんな感じですね。上からカンバスプロ19の本体、片手デバイス。下に行ってケーブル類と電源コード。パソコンとの接続形式は USB Type-C と HDMI が用意されています。一個注意なのは電源供給できるタイプの Type-C とそうではない Type-C ケーブルがありますので、説明書をよく見ながら接続を間違えないように注意してください。はい。間違えるとね、画面がつきませんからね。
で、手袋とペンが2本用意されています。はい。そしてペンは2種類。まずは、こちらは3ボタンのペンですね。しっかりと太さがあって、ぐっと握り込んで、しっかり書けるような感じです。3ボタンなので、ショートカットを多く割り当てたい人はこちらが便利です。そしてこちらが2ボタンのペン。こちらは3ボタンと違って、細くて軽いです。2ボタンなので、ショートカットの割り当ては減りますが、その代わりに軽くて軽快な書き味を得られるのが特徴ですね。機能面少し補足しますと、今紹介したのは PW600S という2本のペンです。両方のペンには消しゴムボタンもついています。なので上下をひっくり返すと簡単に消しゴムに切り替えることもできますね。太い方の PW600 はさっき3ボタンと言いましたが、消しゴムも含めると4つのボタンが使えるということになります。さあ、ペンケースに収納してと。はい。このケースは真ん中に替え芯があり、左右に開いている穴は芯を変えるとき、ペンから芯を抜くための穴ですね。そして、これが片手デバイス。ボタンの数が18個と、上にダイヤルが1個ついています。ダイヤルを回した感じは、ちょっとね、カリカリカリっと引っかかりがありますので、これも使い勝手が良さそうだと思います。ダイヤルの真ん中にはボタンがついていて、で、これを押すことで3モード切り替えが可能です。なので、18×3 で54種類のショートカットを割り当てることができると。はい。十分な割り当てが可能ですね。先ほども言いましたが、本体を裏返すと、こんな風に足が出てきます。これによって画面をちょっとだけ立てかけて絵を描くことができますので、お好みによって活用してみてください。はい。画面が汚れたら、付属のタオルで、ふきっとね、綺麗にすることができます。さて、じゃあ実際に書き味を見てみましょう。画面に線を描いてみますね。ぐりぐりぐりーっと。はい。次は素早く斜線を描いてみます。シャッ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 と。さらに素早く、ぐり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 ーっと。はい。さらに大きなストロークで、ぐりぐりぐり。最後に長いストロークで、シャーシャーシャッ。はい。書いた感じね、とても軽やかな、軽快な書き味に感じます。というのも、このカンバスプロ19、16384段階の筆圧感知機能を搭載しているということなので、かなりね、弱い筆圧でも拾ってくれます。その分繊細に筆圧を捉えてくれますので、ソフトタッチでもいい感じに、そしてスムーズに線が描けるっていうわけなんですね。書いた感覚としても問題ないですね。この軽快な書き味には理由があって、フイヨンさん曰く、専門の方が筆圧カーブを微調整しているということなので、まるで本物のペンのようなスムーズな書き心地を実現しているっていうことなんです。カーソルの位置もね、自動調整が入るということなので、ずれることなく描画に集中できるということです。画面端でもカーソル精度が以前の製品よりも向上したということなので、端っこで作業する場合にもストレスなく絵が描けるということです。短時間で描くときは、線と線は閉じない。さて、先ほどの続き、当たりを薄く透かして線画を改めて描いていきましょう。ここで2つ目のポイントを言います。30分とか非常に短い時間で絵を描く場合には、線と線の間を意識的に開けましょう。つまり、線と線を閉じない。これで、かなり早く描けるようになるはずです。はい。どういうことなのか。画面をよーく見てみるとわかると思うんですが、普通はですね、線画っていうと、きちっと線と線を綺麗につなげて、隙間がね、空いてない状態で描くと思うんですよ。ただ、それをすると、結構整えるのに時間がかかっちゃいます。そうではなくて、例えば、服の線を見てください。袖口のすぼまっている部分とか、あとは肩の付け根の部分とか、あとはシワもそうですね。ところどころ、線が閉じておらず、隙間が空いている部分があると思います。もしちゃんとね、時間をとってじっくり描けるときには、この部分はしっかりと線を閉じて描くのがいいとは思うんですが、逆に意識的に閉じずにね、この部分を見ている人の想像に補ってもらうことで、短時間で素早く絵を完成まで持っていくことができちゃうってわけなんです。これすごいでしょ？短時間で絵を仕上げるコツは、見ている人の想像力にある程度任せちゃうってこと。例えばもう一箇所、ポイントを挙げると、本日のポイントの3つ目。線は1本だけじゃなく何本か引くっていうことでしょうか。例えば髪の毛の線を見てください。場所によっては線が1本だけじゃなく2本3本重ねて描いている部分があると思います。こうやって何本か引いておくことで見る人がこっちの線のラインが気持ちいいと想像力を勝手に働かせてくれます。勝手に自分にとっていい感じの線をチョイスしてくれるっていうことがあるんですね。さっき言ったように線と線の間も開けてありますね。
はい。ちょっとね、ずるいテクニックですけど、短時間で描く場合には、今言ったような、ちょっとずるいテクニックも駆使していっちゃいましょう。この2つのテクニックをうまく使うことで、線画を短時間で素早く仕上げることができちゃいますよ。さあ、ところどころ、こんな風に、もうちょっとしっかりした黒が欲しいなっていう部分だけ、最後に、ちょっと線を足してあげてもいいですね。絵にメリハリがつくと思います。はい。ここまでで11分で線画を描くことができました。まずは全体を塗っちゃおう。さて、着彩に移っていきましょう。短時間で絵を仕上げる時のコツ。着彩の最初が一番重要です。ここ絶対に意識してください。よく見ててくださいよ。短時間で絵を仕上げる時にはですね、キャラの一部分から塗っちゃダメ。もうとりあえず、こんな風にね、ババーっと絵の全体を塗っちゃってください。はい。今回は明るいイラストにしたかったので、鮮やかな黄色で全体をドバッと塗ってみました。背景は最後に描くっていう人、すごく多いと思うんですが、逆です。まず最初に背景の色を塗っちゃう。そうすることで、全体のイメージを素早く把握することもできちゃいますし、今塗った背景の色を基準にして、他の色をパパッと決めていくことができるようになるので、結果的に素早く、そして的確な色を選んでいけちゃうっていうわけなんです。はい。皆さんどうでしょう？意外と盲点だったんじゃないですか？キャラクターの色を塗ってから背景っていう順番ではなくて、それを逆にして背景を塗ってからキャラクターの色。この順番に変えるだけ。それだけでね、ものすごく色選びが簡単になっちゃうんです。色を選ぶ取っかかりになる基準点を最初に決めちゃうってわけなんですね。これはですね、色を塗る順番を変えただけなんですが、めっちゃ効果があるやり方なので、色選びにいちいち悩んじゃって時間がかかっちゃう。そんな方には非常に効果的なテクニックだと思います。ちなみに画面から切れてしまっていましたが、このように片手デバイスを活用することもできます。ダイヤルボタンを回すことで画面の拡大縮小、ボタン操作で取り消し、やり直し、そしてダイヤルの中央ボタンを押すと、ほら、ダイヤルが画面の回転に切り替わりました。はい。そしてこんな風に設定画面でボタン設定ができますので、自分好みにカスタマイズして使ってみてくださいね。さあ、全体の色を塗っていって、固有色をキャラクター全体に乗せ終わったら、ハイライトや影も追加していきましょうか。はい。そして、これはですね、短時間で仕上げるためのテクニックというわけではないんですが、ハイライトや影を入れるときに僕が意識しているポイント、最後にお伝えしちゃいます。それは、地の色からちょっとだけ色相をずらすってことです。例えば、髪の毛は紫色を塗っていますが、ハイライトの色を見てください。髪の毛の地の色が青紫だとしたら、ハイライトは少し赤みがかった赤紫にしていますよね。短時間で色を仕上げようとすると、どうしてもね、色相を同じにしてしまいがちです。地の色も青紫、ハイライトも青紫みたいに。でもそうするとですね、ちょっと絵が単調になりすぎて、短時間で仕上げたのねっていう感じのちょっとね、痩せた絵になりがちです。手抜き感を避けるように、意識的に色相を変えてあげる。そうするだけで、なんかちょっと目に楽しい、ワクワクする感じがする。そんなリッチ感をお手軽に絵に追加することができちゃいます。そうやって見ていくと、ほら、服の影を見てください。全体で見たら、うっすらとした紫色の影なんですが、ところどころにちょっと赤い部分だったり、ちょっと黄色い部分だったり、少しずつ色相を変えてある部分があるのに気づくはずです。はい。すっごいね、細かい気遣いなんですけど、この色相をずらすテクニックを取り入れるだけで、短時間なのに絵がリッチに見えるような、そんな印象を作り上げることができちゃいます。カンバスプロ19は、豊かな色彩を実現するために、フレームレートコントロール技術を活用。なんと10億7000万色のカラー表示を実現しているということです。カラフルで繊細な色付けにもうってつけですね。さあ最後、ちょっとだけ時間があります。この数分間ですが、この数分間を無駄にしてはいけません。最後余裕があれば目の描き込みを行いましょう。キャラクターにとっては目が重要です。人間は他の人間の目線に特に敏感な生き物です。あの人、私のこと見てる。私のこと好きなんだわ。あいつ今目をそらしやがった。絶対に俺のこと嫌いじゃん。もう1ミリにもね、満たない、そして1秒にも満たないような目線の変化で、相手の感情を素早く読み取れるような、そのぐらい微細な変化を目ざとく捉えてしまうほど、他人の目に注目してしまう性質が僕らにはあります。それゆえに、目の描き込みが簡素だとですね、なんかこのキャラクター魅力があんまりないなってね、絵から興味を失ってしまう原因にもなりかねないんですね。なので最後、目に入る
いうハイライトだったり、まつげの線を重ねたりして、時間ギリギリまでね、目の魅力を足していってください。最後の最後、仕上げでこの工程をするか否かで、キャラクターの魅力が大きく変わってしまいます。そのぐらいね、大事な工程ですので、ここはぜひ意識して取り入れてみてくださいね。といったところでいかがだったでしょうか。30分という短い時間でイラストを仕上げていきましたが、かなりスムーズにイラストを仕上げることができました。液晶タブレットがね、不安定だと、こんな風に短時間でイラストを仕上げることはできなかったと思います。この講座からもね、カンバスプロ19の使いやすさ伝わったのではないでしょうか。今回の動画を見ていて、カンバスプロ19、興味が湧いたよっていう方はですね、動画下の概要欄にある URL から商品情報をぜひチェックしてみてくださいね。はい、それと冒頭でもお伝えしました。嬉しいことに、フンヨンさんから特別割引のクーポンコードいただいておりますので、こちらをね、入力していただければ、なんと通常価格から 20% オフで購入することができちゃいます。めっちゃお得ですね。割引はね、期間限定になっておりますので、お気をつけください。割引期間についても概要欄に記載しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。